前回のあらすじ。アメリカ同時多発テロ以降、外交面では自衛隊のインド洋派遣、北朝鮮工作戦との交戦を経験した日本は、内政面では300兆円を超す国債の返済に向けて増税を実施していく。2003年11月、この月第43回衆議院議員総選挙が実施され、野党民主党が310議席を獲得する。一方の与党自民党は議席数を大幅に減らし、54年ぶりの本格的な政権交代が起こることとなり、時の民主党代表菅直人が首相に就任。内憂外患を抱える日本の舵取りを行っていく。というわけで2003年の衆議院選挙に負けて政権交代が起こったところからなのだ。事実だと2009年の衆議院選挙だったので、6年早い政権交代になりますね。敗北原因は大増税に加え前首相のスキャンダルでしょうか。まあもう決まったことだし、民主党の首相指名に移るのだ。首相の候補は菅直人か小沢一郎か岡田克也ですね。ここは普通に民主党代表の菅直人を首相に指名するのだ。そういえば2003年時は菅直人が代表でしたね。そして菅直人首相は直ちにテロ対策特別措置法の終了を宣言。インド洋に派遣されていた自衛隊が帰還するのだ。国際社会からだいぶ品質を変えそう。続けて社民党との連立を行うかどうかのイベントが来ました。まあ単独でもどうにかなりそうだけど、ここは社民党との連立をして政権運営を円滑にできるようにするのだ。まあ現在の社民党の支持率 0% ですけど、これが主会党の末路か。同時期には保守党が自民党と合流したみたいです。あんな弱小野党のことなんてどうでもいいね。さらに共産党との連立も検討されているようですよ。いや、さすがに主義主張が違いすぎるからしないのだ。こうして成立した民主党の菅直人政権は支持率 60% でスタートしました。少しくらい増税しても大丈夫かな。まだ増税するんですか。民主党に政権が変わったところで国内の経済状況に目を向けてみるのだ。現在は好景気、ゲーム開始時点だと景気後退だったので、だいぶ経済循環が良くなりましたね。それじゃあ民主党政権最初の政策は内閣指導型春闘を推し進めていくところから。急進策と社会党の崩壊によって衰退した労働運動を政府の望ましい形で再興する時が来ました。さらには物価上昇も政府が管理。デフレから適度なインフレへの転換を図っていきましょう。一方の国際情勢の方は中華人民共和国が南シナ海を核心的利益と宣言。地政学的に重要な地域であるとともに、石油やレアメタル、水産資源にも恵まれていますからね。中国以外にもベトナムやフィリピン、マレーシアやブルネイなんかが南シナ海の島々の領有を主張しまくっているので、カオスそのものです。なるほどなのだ。ずんだもん先輩大変です。今度は尖閣諸島に中国人活動家が上陸したらしいです。海上保安庁は何をしているんだ。巡視船は上陸を阻止しようとしましたが、小回りの小型のボートに振り切られ上陸を許したようで、中国人活動家はどうなったのだ。沖縄県警がヘリコプターで警察官を輸送して活動家を逮捕しました。おそらくはそのまま事情聴取をした後に強制送還でしょうね。なるほど。そして政府の弱腰姿勢に対して義憤に駆られた人々が抗議活動を展開。交渉をしたら公共予算が大幅増額して過激派を解散させたら運動が激化して、抗議活動を無視したら支持率が下がるのだ。まあここは無視して支持率をされた方がいいでしょうね。一方の国内では政治家の年金未納が発覚。何やってんだ。与野党関係なさまざまな政治家に未納が発覚しました。しかも菅直人首相にも未納が発覚して、さらに政権支持率が下がってます。政治欲が1000減る上に与党の支持率が 6% も下がるのだ。年金未納の責任を取る形で菅直人は首相を辞任。政権発足から半年で首相が変わることになります。早いのだ。後任の首相は誰になるのでしょうか。ここは経験豊富な小沢一郎を首相に据えるのだ。というわけで政界の壊し屋こと小沢さんが就任したわけですが、すでに民主党の支持率は 46% まで下がってますね。まあまだ自民党の支持率に勝ったから大丈夫でしょう。ということで小沢首相はまず日朝の立ち上げを開始。地方の一次産業とそれに関する二次産業なんて悲惨ですからね。移民を呼んで足りない労働力を補いましょう。さらには女性の雇用も促進。リベラルらしい制服ですね。まあこれからは夫婦共働きがスタンダードになるはずなのだ。その後の2004年7月には第20回参議院議員選挙が行われました。結果はどうなったのだ。それが自民党が勝利したようで、衆議院と参議院で多数派の政党が異なるねじれ状態になりました。まあ衆議院では民主党が多数派なので法案は一応通りますが、なんかめんどくさいことになったのだ。在日米軍ヘリが沖縄の大学に墜落。2004年8月13日午後2時15分、在日米軍の輸送ヘリ
CH-53D が制御を失い、沖縄国際大学のキャンパスに墜落した。米軍兵士3人が負傷し、民間人の死傷者は出なかったが、大学の建物の一つが焼け焦げ、墜落で発生した火災により数本の木が焼けた。住宅地への墜落事故は沖縄が日本政府へ返還されて以後、これが初めてである。在日米軍は日米地位協定を根拠に大学内にある墜落現場を封鎖し、事故に関する全ての証拠を回収した。封鎖解除後も沖縄県警や日本の警察、消防、行政、大学職員は手がかりを何一つ集めることができなかった。一部の科学者はローターによって微細な核汚染が発生した可能性を懸念している。ゲゲ、なんか在日米軍の兵が墜落したのだ。しかも日米地位協定を根拠に墜落現場を封鎖して事故に関する証拠を全部持っていきましたね。なんてやつらだ。これを受けて日本政府からの行政、教育の独立、日米地位協定の廃止を求めて3万人が抗議集会を決行。右寄りの自民党政権なら支持率が下がってないる展開だけど、左寄りの民主党と社民党はむしろ支持率が上がるのだ。久しぶりに政権支持率が上がりましたね。と今度はアメリカがイラクに宣戦布告。イラク戦争が始まりました。アメリカはイラクが大量破壊兵器を貸し持っていると断定したようで、セイン政権の打倒を目的としているようです。アフガニスタンに攻めずにいきなりイラク戦争なのか。それとアメリカから参戦要請が来ています。はあ、日本には憲法9条があるし、ちょっと厳しいかな。っていうか在日米軍の兵の事故で日本国内荒れ気味なんだよね。なるほど、参戦しないと。アメリカ一国でもなんとかなると思うのだ。頑張れ。これが将来の太平洋の秩序にどんな影響を及ぼすのか。大して影響ないでしょ。とここで新潟県において新潟県中越地震と呼ばれる最大震度7の地震が発生したとのこと。確か震度7が記録されたのは阪神大震災以来だったな。さらに国際学習到達度調査2003年度版の結果によると、日本の生徒たちの学習到達度が低下していると判明しました。つまり2002年度から始まった総合的なゆとり教育に何かしらの問題があるのかと。やっぱり演習率を3で教えるのは間違っていたか。教育再生会議を設置して教育改革を進めるべきです。そうだけど目下最大の事案は米軍ヘリ墜落事故とそれに付随する日米地位協定。アメリカに対して調査権を要求して対等な関係を目指すのだ。早速対等な関係に関する国家方針が完了。アメリカは日本側の調査権の要求を受諾してくれました。当然の結果なのだ。それじゃあ次は低下する学力を改善するべく教育再生会議を設置。脱ゆとり教育を導入して今後は授業時間数を増やしていきましょう。さらには政府の大規模支援により科学と数学の振興を行うのだ。日本の技術力を世界1位にしなければなりませんからね。2位じゃダメです。さらには大学の再編を実施。大学をさまざまな観点から評価し、無駄な予算を打ち切り、場合によっては大学の統合を促していくよ。ここでイラク戦争が終結。大方の予想を裏切ってイラクが勝利したようで、米軍はイラクから撤退したようです。それは残念なのだ。ずんだもん先輩大変です。 JR 西日本の福知山線で大規模な列車脱線事故が起こったようです。死者107名、負傷者562名の JR 発足以来最大の列車事故になっています。なんでこんなことが起こったのだ。運転手は日勤教育と呼ばれる会社が乗務員に過処罰を回避するためにこんな無茶な運転をしたようで、列車の遅延を取り戻すために制限速度70キロのカーブを116キロで突入したことで脱線したようです。日勤教育による過度なプレッシャーさえなければこの事故は起こらなかったかもな。なんかウクライナで戦争が起こったぞ。ルガンスク、ドネツク、ハルキウ人民共和国がウクライナに対して独立戦争を始めたようです。他にもクリミア半島まで分離しています。ちょっと展開が早くないか。確かにだいぶ早い感じですね。そしてもちろんと言いますか、今回のこの一連の戦争の背景にはロシアがいるようです。中国は第一列島線の突破を試みてるし、それどころか朝鮮半島への全面関与を声高に宣言しています。これは日本も早く軍事力の拡大と憲法9条の改正をしないとなのだ。ここで米軍普天間基地を辺野古に移設することが決まったようですよ。それは相当沖縄から米軍基地を撤去するのだ。聞いてましたか？今辺野古への移設が決まったんですが。決まったとは言ったが実際に実行されるとは限らない。何言ってるんですか？さあ早速交渉開始なのだ。まずは撤退規模について。まあ初めのうちは中規模でいいのだ。最後は県外移転に関わる費用を日本側がどの程度負担するのかを提案できます。中規模の移転で済むんだし半分負担してやるのだ。最後は沖縄県外の移転先についてです。鹿児島なんてどうかな。
果この件が移転計画を送ったところアメリカは激怒して提案を拒否。辺野古以外はありえないと回答してきました。あ、やっちまった。はい、盛大にやっちまってます。これで民主党の支持率は 20% 下落しますからね。あれこれ、次の選挙が怖いのでは。ええ、覚悟しといた方がいいですよ。いや、なんとかするのだ。無理です。ちょっと冷たくない？だって今の民主党の支持率 20% 切ってるんですもん。ちょっとこれは私がどうこうできる域を超えているかな。さらに追い打ちとばかりに消えた年金問題が浮上。何これ？社会保険庁が管理する年金記録約5000万件が誰のものか不明なまま受給できていないという問題です。これでまた民主党と社民党の支持率が 5% ずつ下がりますね。もう終わりだよこの党。金融危機が日本を襲う。アメリカ合衆国を発端とする金融危機は世界中へ広がり、その炎はついに我が国にも飛び火した。その影響は数ヶ月前から徐々に我が国の経済へ広がっていたが、アメリカの金融大手リーマンブラザーズの破綻という報道は市場経済の仕組みをよく知らない人々にある種の社会的パニックをもたらし、状況をさらに悪化させている。日本が経済危機へ巻き込まれる中、小沢一郎首相は全閣僚を招集し、日本経済を立て直すための緊急閣議を開始した。1990年代の経済災害を繰り返さないためには、政府は国民の要求にできるだけ早く耳を傾け応じなければならない。第一次緊急補正予算案では国民生活への大規模支援策を盛り込み、第二次緊急補正予算案では中小企業への審査なし無担保での融資を可能にする緊急保証制度を創設。第3次緊急予算案では高速道路料金の値下げなどを決定した。全国で製品の売り上げが鈍化する中、大企業から中小企業まで多くの企業や工場が迫り来る不況とそれに連なる連鎖倒産から自社を守るため、膨大な数の非正規労働者を解雇しようとしている。解雇された派遣労働者たちは日雇い労働者となって公園やドヤ街へ集まり、段ボール小屋やネットカフェの区切り部屋で命をつなぎ、慈善団体や左右の政治団体が行う炊き出しには長い列ができている。かつて1980年代後半にはフリーターと呼ばれ、次世代の働き方と称賛されたアルバイト労働者たちは今や最も不安定な生き方とみなされている。多くの派遣労働者が解雇され、公園や避難所のような場所へ集まり、日々と年末を何とか生き延びようとしている。大学生たちは約束されていたはずの内定の裏切りに直面し、正社員たちもまた90年代のリストラの悪夢の再来を恐れている。そしてこのリーマンショックにおける不安、絶望、怒りは民主党に対する人々の抑えきれない不信へとつながり、時の首相小沢一郎は内閣の総辞職を発表。二大政党制の確立を期待する国民、あるいは民主党の長期支配の継続を望む国民の期待の中、衆議院は解散された。次回、1000年に一度の危機。お楽しみに。